雑談です。あちこちです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼過ぎですか、和田彩香さんのと水道橋博士さんのトークショー、ニコニコのザ・テレテレビジョンで、深掘りをするというね、和田彩香さんの年表トークと、歌があったんですが、それを見に行っておりまして僕はほとんどハロプロ系をこう通過していない人で、他のね地下アイドル、電波組とかそこから派生したという地下アイドルはよく行ってたんですけどもハロプロとか AKB とかいわゆる地上はほとんど行っておりませんでした。唯一ももクロは何度か行きましたけど、なんで全然知らなかったんですけども、子供の頃からでああいう芸能の世界に身を置いてっていう話がね、話というか面白かったですね。それからそういうやってきたことが残っているっていうのはやっぱりいいです。いい意味、良くもあり悪くもありですかね。僕なんか若い頃の写真なんかもほとんどまだ当時携帯もなければスマホも当然ないわけで、写真もどっちか言うたら撮る側だったんでね、自分の姿がほとんど残っておらんのでね、ああいうのはやっぱりいいなと思いながら、そういう撮る側だったんでねっていうか、だから自分の姿がほとんどないんですけども、今現在もあんまり残してないな、なんか残した方がいいんだろうとは思いますけどもねとか思いながら、和田彩香さんの話をして、楽屋でね少しお話をしたんだけど、ゴッホというか美術が好きだってんで、私もこんな仕事をしておりますんでね、ちょっとその辺の話をして、原田マハさんのたゆたえとも沈まずね、ゴッホのことを書いた小説があるんです。あれ素晴らしいです。ゴッホ展に行ってたっていう言ってたんでね、ぜひ読んでいただければなと思ってその話をしましたね。それからですで、和田彩香さんだったんで、その楽屋で話してたのかな。で、その話の流れのついでに博士さんと美樹君と和田誠展に行ってきましてね。いやー、圧倒的な仕事量というかね、本当僕はもともとタバコを吸ってた時はずっとハイライトを吸ってたんですけども、普遍的なデザインというか残るデザインってかっこいいなと思って、これ誰がデザインしたんだろう、和田誠って人なんだっていう時からもうずっとああやって残る仕事っていうのはいいなと思って見ておりましたけども、そういったデザイン系、ハイライトとかそういうのはなかったんですけど、雑誌の表紙であるとか想定の挿絵であるとかそれから映画のポスターであるとかいっぱいありましてね、すごかったですよ。たくさんの昨日は土曜日かなんですごい人でね、素晴らしかったんで、それ今月来週までかな、19日までだったかな、ぜひねまだ時間があるので出かけてみてはと思いまして、そんなことをしておりました。で見ましたでさ、今日はねドラマじゃなくてあちこちオードリーの話をしようかなと思ってね、あちこちオードリーに劇団ひとりさんと大泉洋さんが出ておりましたけども、当然浅草キッドのキャンペーンというかね、プロモーションの流れで出ていたんですが、この2人の掛け合いというか、大泉洋さんって出るところでこう喧嘩芸、あれはもう喧嘩芸でしょ。
喧嘩を吹きかけられてるように見せて、実は自分でけしかけているというかね、焚きつけて自分に火を向けて、そこで大暴れをしているっていう感じじゃないですか。それがやっぱりね、うまいというか面白いと思ってね、MC のオードリー若林くんがこう助け舟じゃないですけどフォローを入れてるはずなんですが、それをさも俺のことを言ってんのかみたいな感じで自分に火を向けてね火を向けてというか、スポットライトを自分にみたいな。それ一方で劇団ひとりさん、ピン芸人というかね、我が強いというか、お互い我が強いんでね、それがやっぱ面白かったなと見てて思いましたけども、中でね、チームナックスの話に、大泉洋さんの劇団の話になった時に、劇団ひとりさんがそんなことより俺の話しようぜって言ったのが本当に面白かったというか、あれが劇団ひとりさんだよなって感じがしますよね。だから本当になんていうんですかね、あと大泉さんと福山さんが食事にね、福山さんがなんか食事の話になって、お互い2人ともね、劇団さんも大泉さんも飲み会とかそういうのあんまり行きたくないけども、大泉さんは飯がうまければ行くと。で福山さんと行った時というか行った時なんかはすごいご飯というかのところに連れてってくれるから、それが食べたいから福山さんだっていうのもあるけども行くと。でそういう話をしてたら劇団さんが福山さんと俺の話出ますってね、そこでもそういうねなんか自分がみたいな、スタンスはやっぱ面白いなと思ってね見ておりました。だから劇団ひとりってね、芸名ですけど本当に一人だけに独りよがりな発言が劇団ひとりさんたるゆえんというかだなと思って見ておりましたけども、で劇団監督にね、浅草キッドの話に戻すとなぜ柳楽優弥さんにしたんですかっていう話がちらっと出て、多分方々でそんなことは聞かれてるとは思うんですけども、ここでもたけしさんってなんか物寂しげなところがあるじゃないですか。で柳楽さんにも同じものを感じたんで、じゃあ適任じゃないのかなと思って柳楽さんにオファーをしたという話をしておりましたね。でなんですか、大泉さんはいろいろ浅草キッドね、劇団監督が芝居をつけてやったって言ってますけども、本当に柳楽さんに芝居をつけたというか、松村さんなんで、松村さんの映画ですよっていうのを言っててね、言われてみれば確かにそうかもしれないと思いながらも、本当に浅草キッドを見る前でも見た後でも特に重要な ネタバレというかありませんし、このあちこちオードリーでの2人の会話というか見れば本当により楽しめて見れると思いますので、ぜひね浅草キッドネットフリックスでもう絶賛、本当に僕は泣かないで見れましたけど、あれはでもここ泣けるなっていうシーンはめちゃくちゃあります。僕はなんだろうな、泣けないんじゃないですよ。我慢したというか泣かなくても見れましたけども、あれは泣いちゃうわっていうシーンが多々あります。あとやっぱ門脇麦さんのね冒頭のストリップシーンというか、あれはねめちゃくちゃかっこいいんですよね。かっこよかったな。で絵がかっこいいんですよね。だから鈴木保奈美さんとかも踊るシーンとかめちゃくちゃかっこいいんですよね。だから映画的にとか絵的にすごくかっこいいく仕上がっている
であちこちオードリーの中でも大泉さんがね、俺の顔を全然映さないんだって話が出てましたけども、こう帽子で隠されたりとかねするって言ってましたけど、確かに顔映ってなくても存在が分かるというか、本当に絵的にもかっこいいし、話は本当に面白いし、ここまで映像にしてしまうんだっていうような映画ですんでね、ぜひあちこちオードリー、浅草キッドを見た後でも見る前でもぜひTVer でご覧になれますんで、ご覧になってくださいといったところですかね。はい。コント一人、いや今度来るじゃないですか。てか14日にね朝やんで来ていただけるんでね、いろんな話、今質問グループ LINE の中で募集してるんで、僕もいろいろこれはあれはどうなんだろう、これはどうなんだろうっていうのをちょっとね投げておきたいと思いますんで、ぜひあちこちオードリー、それから浅草キッド、それから14日の朝やんもね合わせて楽しんでいただければなと思いました。といったところでぜひここのチャンネルも登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。